信じられないかもしれませんが、地球の深海には数百万年前に起きた超新星爆発の痕跡が刻まれているんです。宇宙で起きた星の爆発の証拠が海の底に残されていたなんて、にわかには信じがたいですよね。その謎を解き明かす鍵となるのが、鉄60という特殊で激レアな物質。今日はこの普通の鉄とは異なる特別な鉄がどうやって壮大な宇宙の歴史を語ってくれるのか、一緒に探っていきましょう。まず、主役の鉄60について説明します。皆さんがよく知っている鉄は鉄56。原子核に陽子26個と中性子30個を持っています。でも今日お話しする鉄60は中性子が34個もあるちょっと特殊な鉄なんです。この鉄60、実は放射性物質で260万年という気の遠くなるような時間をかけてゆっくりと別の元素に変わっていきます。260万年って石器を使う人類の祖先が誕生してから現在までの時間とほぼ同じ。それくらい長い時間です。でもここで重要なポイントがあります。鉄60は地球上では自然に作られないんです。一体どこから来たのでしょう？答えは宇宙にあります。太陽の8倍から25倍もの重さを持つ巨大な星。その内部は想像を絶する高温高圧の世界です。温度は数十億度。圧力は地球の大気圧の数千億倍以上。この通常と比べて中性子が非常に多い極限環境で、鉄58が中性子を捕まえて、鉄60が作られます。まるで宇宙の錬金術ですね。そして星が一生を終えるとき、超新星爆発という宇宙最大級の爆発を起こします。その威力は太陽が100億年かけて放出するエネルギーをたった数秒で放出するほど。この爆発で鉄60は宇宙空間にばらまかれるんです。1960年代から70年代、アメリカの調査船エルタニン号が世界中の海底から堆積物、ありていに言えば砂や岩のかけらですね。それを採取していました。この調査は大陸移動説を証明するための重要な証拠にもなったそうです。ところが、驚くべき発見がありました。インド洋、太平洋、大西洋、世界中の深海から地球には存在しないはずの鉄60が見つかったんです。地球では自然には作られないはずの鉄60。一体いつどこからやってきたんでしょうか？エルタニン号が海底から採取した岩のかけらの鉄60を調べたところ、面白いことに鉄60の量には明確なピークがありました。約170万から320万年前と約650万から870万年前の2つの時期。どうやらこの時期に何か特別なことが起きていたようです。科学者たちはこれは地球の近くで起きた超新星爆発の証拠だと考えました。でも近くといっても宇宙スケールでの話。推定では約230から330光年離れた場所。光の速さでも200年以上かかる距離です。超新星爆発で放出された鉄60は長い時間宇宙空間を旅した後にやがて地球の大気圏に突入、そして海に降り注ぎ、ゆっくりと海底に積もっていったんです。150万年間も鉄60が降り続いたということは、1回の爆発ではなく、複数の超新星爆発が連続して起きた可能性が高いんです。
実は私たちの太陽系は今、極小泡と呼ばれる宇宙の中でも特に物質が少ないまるで泡の中のような領域にいます。その大きさは半径約500光年、現在でも秒速約 6.5km で広がり続けています。これをわかりやすく例えると、扇風機で砂を吹いた時のようなものなんです。風で砂が吹き飛ばされて、中心部分はスカスカになり、周りに砂の壁ができますよね。科学者たちは、この極小泡が過去1400万年の間に起きた複数の超新星爆発によって作られたと考えています。そして深海の鉄60はその形成過程の重要な手がかりなんです。でも疑問に思った方も多いんじゃないでしょうか。260万年も半減期がある物質をどうやって測定したんでしょう。通常放射性物質の半減期はその崩壊を観測して測ります。でも260万年なんて人類の歴史より長い。観測なんて無理ですよね。そこで科学者たちは賢い方法を思いつきました。銅にプロトンを照射する核反応で人工的に鉄60を生成し、その鉄60と半減期 2.7 年の鉄55と比較する方法です。炭素14年代測定法を知っている方もいるかもしれません。考古学で年代特定に使われるあの有名な方法です。炭素14年代測定法では、放射性同位体である炭素14だけでなく、安定同位体である炭素12との比率を利用します。炭素14の絶対量を測定するだけでは除去しきれない化石燃料や核実験などの外的要因による大気中の炭素の増加の効果を炭素12との比較によって取り除けるんですよね。それと似た原理で、基地の半減期を持つ物質と比較することで、長い半減期も正確に測定できるんです。宇宙の研究といえば、望遠鏡で宇宙を観測するようなことを想像する人が多いと思います。でも、海の底深くに宇宙の謎を解き明かす宝物が放射性同位体として眠っていたってのは意外性があってめちゃくちゃ面白くありませんか？放射性同位体って宇宙や人類の歴史を刻むための時計として活躍することもあるんですね。宇宙と海、そして放射線が実はつながっていて宇宙の謎を解き明かす鍵になった。そんな様々な分野の知見のコラボが新しい発見につながった素晴らしい例だと思います。概要欄にリンクを記載しているスライドでは、動画では触れていないより専門的な内容に踏み込んでいるので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。